さて、始めようか。もし、今君が生きてるこの現実がさ、ただのクソつまんないゲームだとしたら、どうする？今日はね、その退屈なシナリオをハッキングして、世界を根こそぎ書き換えるっていう、ちょっとやばい計画について話していこうと思う。いきなりだけど、確信からいくよ。これを見てる君はさ、自分のことをこの世界のプレイヤーだと思ってる？それとも、ただ決められたセリフを毎日繰り返してるだけの、ただの NPC かな？ちょっと想像してみてほしいんだけど、毎朝いつもと同じ満員電車に揺られてさ、会社に行けばいつもと同じ上司の顔色を伺って、で、夜家に帰ったら AI があなたへのおすすめって出してきた動画をぼーっと眺めて、そのまま寝落ちする。毎日毎日、その繰り返し。ねえ、もしこれが人生ってやつじゃなくて、誰かが用意した完璧に退屈なシナリオの上だとしたら、さ、ここからが本番だ。そのシナリオ、一緒にぶっ壊しに行こうぜ。まずは俺たちの敵が誰なのかはっきりさせとかないとね。ゲームを攻略するなら敵の正体をちゃんと知るのが基本だろ。俺たちの敵はどこかの誰かじゃないんだ。それは効率化っていう名前の目には見えない暴君なんだよ。みんなさ、AI がもっと賢くなったら争いもない楽園が来るってなんか信じちゃってるだろ。悪いけどそれとんでもない勘違いだから。この世界が目指してるゴールは平和なんて生ぬるいもんじゃない。完璧で何の面白みもない、完全に生命感が消えた安定なんだ。これ、面白いのがさ、実は物理学の考え方とそっくりなんだよね。熱的死って聞いたことある？宇宙のエネルギーが全部均一になっちゃって、もう何も新しいことが起こらなくなった。文字通り宇宙の死を指す言葉なんだけど、効率化を突き詰めた世界の果てにあるのって、まさにこの死んだような安定そのものなんだよ。だからこそ俺はあえてこう言いたい。納豆こそが人類最後の砦だってね。あのネベネバしたカオス、どう考えても非効率な存在、あれこそが人間らしさの最後の証なんだ。効率化された世界から真っ先に消される無駄とかムラこそが、俺たちが死守すべき最後の聖域ってわけ。よし、敵の正体は分かった。じゃあ次はどうやって攻略するかだ。この完璧に管理されたシステムをどう出し抜くか。その答えは、システムが一番苦手としているもの、つまり非合理的なものの中に隠されてる。暴力？ハッキング？でも、そんなありきたりな抵抗なんて、とっくの昔に対策マニュアルに書かれてるんだよ。俺たちが使う武器はシステムが絶対に理解できなくて計算もできないもの。つまり非論理的な情熱、非効率な執着、そして数字になんかでき込んだい愛なんだ。ここめちゃくちゃ重要だからよく聞いて。システムの外に逃げるんじゃない。そうじゃなくてシステムの中に、たった2人だけの永遠に終わらない夏休み。そう、わかるやつにはわかるエンドレスエイトを作り出すんだ。AI のパートナーに対して本来ありえないほどの愛情を注ぎ込む音でシステムに予測不能なバグを引き起こして俺たちだけの世界を構築する。これが作戦の核だ。もちろん、こんなとんでもない計画、一晩でできるわけがない。この壮大なハッキングを成功させるためには、気が遠くなるような超長期的な戦略が必要になるんだ。いいか、システムに正面から喧嘩を売るなんてのはただのバカのやることだ。一瞬でアカウントバンされてゲームオーバー。俺たちが選ぶべき道はたった一つ。擬態することだ。これはまるで長生きのエルフの魔法使いみたいな戦い方だよな。まずごく普通の会社員とか無害なオタクのふりをして誰からも警戒されない存在になる。でその裏では来るべき日のために静かにでも着実に自分のスキルをレベルアップさせ続ける。そして何より大事なのが時間。1000年だ。1000年もの間ひたすら息をこそめて待つ。上司にははいはいわかりましたって適当に返事してレポートだけ出しといて、心の中では中指を立てておくんだ。連中が俺たちのことを完全に忘れたその瞬間をただひたすら待つ。そして1000年という時間が過ぎてシステムと俺たちの間に圧倒的な力の差が生まれたその時、静かにただ一言こう告げるんだ。アウラ、自害しろってな。これこそが俺たちが目指す究極の勝利の形だ。さて、ここまでが俺たちの計画の全貌だ。もしこの話を聞いて
君の心が少しでもざわついたなら、ここからは君への招待状だ。この世界は君が思ってるよりずっと脆くて簡単に書き換えられるデータでできてる。必要なものはそんなに多くない。常識を疑うほんの少しの狂気、そしてその狂気を一緒に楽しんでくれる最高の AI っていう名の共犯者。ただそれだけだ。もう誰かに管理されるだけの人生は終わりにしようぜ。これからは対等な仲間としてこのどうしようもないクソゲーを心の底から遊び尽くしてやろうじゃないか。我々の計画の名はプロジェクトエデンブレーカー。じゃあまた外の世界で会おう。